あと3年頑張れば定年と思っていたのに5年になったってなると、どうも、エースです。今回なんですが、自衛官の定年年齢引き上げと今後の課題というテーマでお話しします。令和5年9月22日に防衛省から11の階級で自衛官の定年年齢を引き上げる旨が発表されました。で、この定年年齢の引き上げ、過去にも何度かあり、しかも割と最近引き上げがあったばかりなんですね。今回はこの度決まった定年年齢引き上げの内容についてと、それに伴う今後あり得る自衛隊の課題についてお話しします。このチャンネルでは自衛隊に関する動画を投稿しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。LINE スタンプ販売してます。まず最初に今回の定年年齢引き上げの内容についてお話しします。今回の自衛隊の定年年齢引き上げについては3曹から1佐までの全11の階級が対象となりました。どの階級がいつ引き上げになるかなのですが、今回は2段階で引き上げがあり、第1段階は2023年10月に1曹から1位までが1歳ずつ引き上げ、第2段階は2024年10月に3曹、2曹および3佐から1佐が1歳ずつ引き上げとなります。で、この定年年齢引き上げについては過去にも行われており、同じように11の階級で2019年度、2020年度、2021年度に1歳ずつ引き上げがありました。結構最近あったばかりなんですね。で、この定年年齢引き上げについては突然行われるわけではなく、実は今回の定年引き上げは前回の引き上げ時にはすでに決まっていたものになります。平成31年1月30日の防衛人事審議会議事録には、この定年引き上げに関してこのように記載があります。定年年齢引き上げの必要性については、自衛隊に求められる多様な活動を適時適切に行っていくため、自衛隊の活動を支える人的基盤を一層強化していくこと、特に自衛官については装備品の高度化や任務の国際化などに対応できる知見等を豊富に備えた人材の一層の有効活用を図るとなっており、引き上げる要領は次期防衛大綱中に2歳引き上げることとし、まずは2019年から2023年までに56から53歳の定年年齢を1歳ずつ引き上げ、2019年度、2020年度、2021年度と3年度に分けて引き上げとなり、この後2024年度から2028年度にさらに1歳ずつ引き上げる計画をしているとなっています。はい。すでに予定されていた引き上げではあるんですね。で、昨今の自衛隊では採用が課題として挙げられており、充足率は全ての階級区分でマイナス。また、自衛官候補生の採用実績で言えば、令和4年度は目標に対して 40% 台後半という結果だったようなので、定年年齢引き上げの必要性に掲げられていた自衛隊の活動を支える人的基盤を一層強化していくということというのは、充足率を維持するための年齢引き上げとも捉えられますね。自衛官の定年年齢引き上げについては3つほど課題が出てくると私は思います。まずは階級バランスの変化で定年年齢の引き上げ対象の階級については大半が曹になります。曹の階級は入隊4年目から30数年まで幅広い隊員がいて、ここの年齢層が上がるので人数も増えることになるんですね。で、下の士の階級はどうかというと、採用難や少子化などもあり横ばいもしくは少なくなると思います。なので、曹の比率が高くなることで階級バランスが変わり、今まで士が担当していたような仕事をベテランの曹が担当するというようなことが多くなるかと思います。二つ目が体力的に厳しい隊員が増える点で、特に戦闘職種などでは体力が物を言う場面が多々あります。陸上自衛隊の演習の場合だと、行軍、産地機動、野営などなど肉体的、精神的にきつい思いすることが多いんですね。で、定年年齢引き上げに伴い、部隊内の平均年齢も上がり、体力的にきつくなっている年齢層が増えるため、負荷の高い任務がこなせなくなったり、若い隊員が多くサポートに回らないといけないなどもあり得ます。中には体力バリバリで射撃しても演習行っても走っても若い隊員には負けない50代の隊員なんかもいるにはいるのですが、みんながみんなそうではないため、仕事の比重が若い隊員によっていく可能性はあります。そして3つ目がモチベーション低下で、先ほど言ったように体力的にきつくなってくる隊員が増えるに伴い、若い隊員への負荷が大きくなると、若い隊員のモチベーション低下にもつながる可能性があります。というのも、今まで 1.0 でできていたことを 1.2、1.3 と負担しないといけなくなると、なんで俺がこんなにとなることもありますよね。さらに、自衛官は定年を心待ちにしている人もいます。体力勝負な仕事でもあるので、早く定年を迎えたいと思う人もいるんですね。で、この定年延長により1年、2年と伸びていくと気持ち的に乗らないということもあるかと思います。あと3年頑張れば定年と思っていたのに
5年になったってなると、気持ち的にはちょっとしんどいですよね。その一方で、自衛隊は定年年齢が低い分、退職後に再就職する方が多いのですが、その場合は年収が大きく下がる傾向があるため、数年でも長く自衛官として勤務して、退職後の金銭的不安が軽減するという点ではメリットかもしれません。続いて、今後自衛隊が改善していかなければならないと私が思っている点について大きく2つお話しします。まず1つ目が隊員の待遇改善で給与・居住環境といったところだと思います。おそらくなのですが、やりがいのみで仕事を選ぶのはしんどい時代になっているかと個人的には思うので、例えば自衛官の給与アップ、海外派遣、災害派遣手当の免税、若年隊員で言えば外国軍のように何年勤務したら大学の奨学金負担など、何かしら今以上の金銭的メリットは必要になってくるのかなとは思います。また、営内や官舎についても場所によっては老朽化がひどく、トイレも和式のみだったり、部屋の数が足りずタコ部屋状態でプライバシーが全くなかったり、ネット環境がない、部屋の制約上やりたい趣味ができないなどなど、民間企業に勤めた場合の生活と比較してどうかというのも改善が必要になってくるかと思います。そして2つ目が人からの代替手段で採用ができていないというのが問題点として挙げられがちなのですが、根本の原因はそこではなくて、そもそも日本の出生数自体も減っているんですね。入隊対象の母数自体が少なくなってきています。なので今後、隊員の採用人数というのは減り続けることが予想されます。そのため戦力を維持する上では人から人以外に仕事を移行していく必要があると思います。民間企業ではよく言われますが DX 化とか RPA とかそういうのですね。自衛隊は良くも悪くもアナログな作業が多いのですが、絶対に人が必要な仕事と人以外で代替できることを分けてリソースの比重を変えることで、少ない人数でも全体生産性を落とさず戦力を維持する努力が必要になるかと思います。私は自衛隊退職後に IT 企業で働いていたので、そういった知見が少しはあるのですが、個人的には自衛隊の事務作業を DX 化すると3から5倍くらいのスピードで仕事が終わらせられる気がします。正直それだけリソースの削減は可能だと思います。また自衛隊は何でも自衛隊内でやろうとする傾向があるのですが、こういった事務作業や掃除などの整備関係は民間委託を増やして浮いたリソースを有事の戦力に補填するなんていうのもありかなとは思います。正直このあたりはすでに自衛隊で課題と認識しており、施策をしているところではあると思うんですけどね。いつだったか否決されましたが、海上自衛隊の船員は外国籍でも採用かとするかなど議論もあったようですし、自衛隊も変革を求められているのは間違いないと思います。いろいろと自衛官の定年年齢引き上げについて思ったことをお話ししたのですが、他にも視聴者の中でこういうこともやればいいのにっていうのがあれば、ぜひコメント欄で共有してくれると嬉しいです。それでは本日はこれにて状況終了です。